はいどうもこんにちは。今回はですね、先日発表されましたポータブルゲーミング機 ASUS ROG Ally X のですね、お話をしていきたいと思います。自分は実はですね、以前従来機である ASUS ROG Ally のレビューをさせていただいているんですけれども、今回ね、その後継機が発表されたということで、その従来モデルとの比較なんかもね、お話しできればなと思っております。で、こちらの最新機種に関してはですね、7月の24日に発売が開始される予定でございまして、まだね、発売これからの機種にはなるんですけれども、ASUS 様からですね、先行してお借りすることができまして、ちょっとね、1週間ぐらい使わせていただいております。本当にありがとうございます。なので、その使ってみての感想やですね、使い方みたいなところもね、共有できればなと思っております。で、まずですね、もう結論を先にお伝えしちゃうんですけど、従来モデルからの使いやすさの面でですね、結構アップデートが入っておりました。なので、これからポータブルゲーム機を検討している方はもちろんのことなんですけど、従来モデルを使っている方がね、そこからの買い替えっていうところもかなりね、価値がある一台になってるかなと思っております。ではですね、ここからは実機をですね、見ていきながら、ROG Ally X の概要について、従来機との比較も交えてですね、お話ししていきたいと思います。はい、ということで実機がこんな感じになっておりますね。で、まずね、一目見ての違いなんですけど、カラーがね、ブラックになりましたね。黒デバイスが多い自分としては、この変化はですね、結構嬉しくてですね、見た目のかっこよさもそうなんですけど、やっぱり白よりもですね、汚れが目立ちにくいっていうね、メリットも黒の方があるのかなと思っております。また、細かな違いにはなっちゃうんですけれども、ボタン類もですね、結構アップデートがされておりまして、例えばここの方向キーですね、これがですね、従来モデルに比べて、8方向での入力っていうところに対応した形に変わりまして、例えば格闘ゲームなんかのコマンド入力っていうのもね、しやすくなってるかと思います。またですね、ここのちょっと角度がついてですね、持った時に自然に指がかかるように角度が変わっていたりとか、ここのトリガーのですね、引っかかり部分がちょっと反りが入ってて、指がね、引っ掛けやすくなってる。こういったアップデートというところも入ってます。また、背面ボタンのですね、形や配置っていうのも変わっておりまして、このちょっとですね、ちっちゃくなったことによってですね、持った時にここ当たって間違って押しちゃうっていうことがね、かなり減るかなと思います。あとね、ボタン配置的なところに関しても、このスティックとこの入力キーの配置の場所、ボタンとのこの角度ですかね。この辺がちょっと若干角度が緩やかになって、持った時のこのボタンの移行のしやすさっていうところが良くなってる感じがしますね。で、心なしかこの辺の配置が変わったことによってですね、持ちやすさっていうところもちょっと向上してるような気がします。で、あと、インターフェースでいきますと、ここにですね、USB Type-C のポートが1つ増設されて、なんと2個ポートがね、用意されておりますね。もうこれも周辺機器とかをつないで使用するときにやっぱね、2個あるっていうのは便利なので、嬉しいアップデートかなと思います。その他のインターフェースはマイクロ USB があって、イヤホンのジャックがあって、電源があって、で、電源も変わらず指紋認証でサインインできるようになっていますね。はい。そしてですね、肝心のスペック面についてなんですけれども、搭載している CPU は、実はね、従来モデルと変わらず、ポータブルゲーミング機に最適化された AMD Ryzen の Z1 Extreme が搭載されております。ディスプレイも変わらず、フル HD の7インチのね、ディスプレイになっていて、リフレッシュレートが 120Hz とぬるぬる動いてくれるディスプレイになっていますね。変わってないとはいえ、元々がですね、ハイスペックな CPU だったので、ここで性能が足りないっていうことはですね、今のところないんじゃないかなと思うので、引き続きね、いい CPU が採用されていると思っていただければと思います。一応ですね、ベンチマークも取ってみました。で、従来モデルはシネベンチ R23 で回していたスコアが取っておりましたので、今回も同様にそれで回しております。で、以前のモデルがですね、スコアが9441となっていたんですけれども、今回の ROG Ally X ではなんと10434というスコアがね、上がってたんですよね。で、また、グラフィック性能としてもですね、FF ベンチを取ってみました。で、こちらもですね、従来モデルが3075っていうスコアだったのに対し、今回の Ally X ではですね、3341と、スコアがね、どっちも上がってるんですよね。同じ CPU なのになんでとなるかもしれないんですが、今回実はですね、この ROG Ally X では
メモリが従来の16ギガから24ギガへですね、アップグレードされておりまして、メモリの規格もですね、DDR5 の6400から DDR5 の7500に変更されておりまして、処理速度っていうのが従来比約 17% も向上していると。なので、その効果もあってか、全体的にですね、グラフィックか CPU の性能っていうところのベンチマークのスコアもですね、上がっているんだと思います。はい、他にもですね、マザーボードの設計を見直して、M.2 SSD の2280が搭載できるようになりまして、最大ストレージが 512GB だったのが、今回ね、1TB にアップグレードしてます。容量が大きいゲームなんかね、余裕でダウンロードできちゃいますので、これもね、嬉しいアップデートかなと思っております。で、容量がね、増えたのは、このストレージとメモリだけではなくて、バッテリー性能も上がっておりまして、なんと従来モデルの約2倍、80Whとなっておりまして、がっつりゲーム用途でも約ね、3時間ぐらいはですね、電池が持つ、もう余裕でね、長時間ゲームができちゃうというモデルになっています。で、使ってみて、この辺の恩恵はかなりすごくって、従来モデルも決してね、バッテリーが少ないってわけじゃないんですが、がっつりゲーム用途で使うと約2時間ほどでバッテリーがなくなってしまうという感じだったんですけど、これがやっぱりプラスアルファ1時間増えると、この1時間は結構大きいかなと思います。ただ、いいことだけではなくって、これだけスペックアップしてますと、どうしても犠牲になっている部分っていうのがあります。で、それがね、本体サイズと重量の部分ですね。従来モデルが幅約28センチ。で、奥行きが約11センチほど。高さがだいたいです。2センチから3センチ弱。で、そして重量が 608g だったんですけれども、対し、この ROG Ally X はですね、幅は変わらないですね。28センチぐらい。で、奥行きもそんな変わらないですね。11センチぐらい。で、ただ高さが2.5センチぐらいから3.7センチぐらいっていうことで、ちょっとですね、厚みが増えているのと、重量も 678g となっていまして、約 70g ほどですね、増加している。そんな感じになってます。とはいえですね、バッテリーやストレージが倍になってるっていうことを考えると、よくね、ここまでの差で収まってくれてるなと思いまして、単純にこれ 70g が増えただけっていうのはすごいなと思います。はい。ということで、概要スペックはこんな感じでして、主なアップデート部分に関しては、メモリとストレージと、あとバッテリー性能っていうところがですね、大幅に向上しているという感じですね。で、ここの性能アップがどういった恩恵を受けれるのかっていうところをちょっと考えてみたんですけど、ふとね、思ったのが、このスペックあれば動画編集とかもできんじゃねと思いまして、実際にね、試してみました。で、何をしたかというと、ゲーム画面をキャプチャーして、そのデータを動画編集ソフトでカット編集、簡単なテロップとかを作業しまして、動画にエクスポートといったですね、いわゆるゲーム実況とかで使われる一連の流れですかね。この辺をやってみました。で、まずですね、ゲーム画面の録画に関しては、標準ソフトである Armoury Create SE を使って撮影をしました。便利なショートカット機能がですね、今回ついておりまして、背面ボタンとこの Y ボタンを押すことによって、画面録画が始まるようになりました。なので、このショートカットを使ってゲーム画面とかをね、録画できるようになってるんですよね。で、他にもいろんな便利なショートカットキーいろいろありまして、例えば背面ボタンと A ボタンを押せばスクリーンショットを撮れたりとかね。なので、このショートカットはめちゃめちゃ便利なんじゃないかなと思っています。はい、ということで実際にね、ストリートファイター6もプレイしてみました。グラフィック設定はそんなね、フル HD ウルトラでできるかって言われたらちょっとそんな感じではなくて、若干ですね、解像度は下げて 720p にしてですね、グラフィックも、ノーマルとかローとかですね、クオリティは下げている状態ではあるんですが、これで問題なく動くって感じですね。録画しながらではあるものの、動作はどんな感じでしょうかね。快適に動いてますね。オンライン対戦できるかどうか、ちょっと試してみたいと思います。うわ、ルークだ。よろしくお願いします。はい、ということでね、これで録画ができたと思うので、もう一回背面ボタンと Y のボタンを押せばゲームクリップがね、作成されましたね。じゃあ、ここから動画編集をね、実際にやっていきたいと思います。
でそしてデスクトップのように使うためにですね、こういった USB ハブを準備しまして、ここにですね、マウスやキーボードっていうのを接続するようにしました。USB Type-C でハブを接続して、で、ここにマウスと、あとキーボードを接続させまして、こんな感じでですね、もうデスクトップみたいな感じでね、使えるようにデバイスを準備しました。ちょっと今はですね、家にあったキーボードとマウスをね、使っているので、ちょっとごちゃごちゃしているというか、大きめの構成になってしまっているんですけれども、外出用に小さいデバイスとかをですね、用意していただければ、軽量コンパクトな構成にはできると思います。で、そしてですね、撮影したデータっていうのを、この動画編集ソフトでね、取り込みます。今回は無料でダウンロードできる DaVinci Resolve っていうですね、動画編集ソフトを使用してみました。素材を取り込んで、タイムライン上に配置して、で、ざっくりカット編集、あと要所でテロップをつけたりとか、USB で接続できるマイクなんかもですね、つけることで、動画編集ソフト上ナレーションをつけたりとかもできますので、そういったのを編集してみてですね、そして出来上がったものをエンコードしていきます。動画として書き出していく感じですね。で、Ryzen Z1 Extreme の内蔵グラフィックで処理するんですけれども、全然問題なくね、書き出しすることができました。やっぱこういった作業も快適にできるっていうのは、やはりですね、強化されたメモリ、24GB のですね、メモリの効果っていうのがあるんじゃないかなと思ってます。また動画等の比較的容量が大きいですね、ファイルに関しても 1TB のストレージのおかげで、余裕を持って本体側にですね、保存できるっていうのが結構恩恵大きいのかなと思ってます。はい。でね、嬉しいアップデートがいっぱいあったんですけれども、個人的にちょっと一つだけ、残念だったりとか、ちょっと気になったポイントがですね、ありまして、それがこれです。はい。付属している純正のスタンドですね。もうこれが前回に比べるとですね、よりちっちゃくなって、あと2つに分かれてですね、よりコンパクトに持ち運べるようにはなったんですけれども、これがやっぱちょっとどうしても残念なんですよね。やっぱりどうしてもね、チープなんですよね、ちょっと。あまりにチープ。素材も紙だし、本当にただ立てるだけのスタンドっていう感じになっちゃってて、で、これを持ち運ぶってなった時に2個に分かれたことによってね、ちょっとなくしちゃいそうっていうのがあったりとか、これをやっぱ別でスタンドを持ってくっていうのがちょっとですね、個人的にはめんどくさいかなと思っちゃう部分があって、正直、スタンドとして機能は必要十分だとは思います。はい。こんな感じでね、立てることができるので、で、本体が傷つかないようにですね、この紙の内側のところにはスポンジが用意されていて、その辺の細かな気遣いはあるんですけど、どうしてもですね、比較がNintendo Switch になっちゃうんですけど、スタンドが標準で本体についてるんですよ。この背面の部分に。そういうのがやっぱ欲しいんですよね。もうこれを持っていくだけで別のスタンドがなくても本体自立させることができるっていうのが、あれやっぱ便利でして、ぜひね、次回モデルにはそこを搭載してもらえるとすごい嬉しいかなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、7月24日発売予定の新型ポータブルゲーム機 ROG Ally X を先行レビューさせていただきました。個人的な感想としてはですね、従来モデルからの進化の部分で、ポータブルゲーム機というよりかは、もはやもうポータブルゲーミング PC といったような印象に、なったかなと思います。コンパクトさはもうそのままに、単純にできることが増えて、本当に面白いデバイスになってくれてるかなと思います。ちなみに価格に関しては約14万ほどという見込みでございまして、機能がアップグレードされた分ですね、ちょっとだけ価格は上がってるというか、従来モデルに比べるとお高めになってはいます。それでもメモリ 24GB 搭載の M.2 SSD1TB が搭載されている、ゲーミングノート PC とかと比較してもですね、安い部類に入るかなとは思いますし、本機はあくまでね、ポータブルゲーム機なので、外出先で気軽に PC ゲーム等を楽しみたい。で、たまにですね、PC 作業等もできると嬉しい。で、それを小さなカバンに収まるこのコンパクトサイズでっていうですね、そういったニーズある方にはめちゃくちゃ刺さるんじゃないかなと思います。ちょっとした空き時間にもゲームがしたい。
そんなゲーマーの皆さんにはですね、ぜひ検討いただきたい一台になっているかなと思います。はい。こちらのチャンネルでですね、こういったゲーミングデバイスのお話だったりとか、デスク周りのガジェットについてレビューさせていただいているチャンネルでございます。もしよければ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますと、すごくモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。